皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、隣の赤い国でいよいよ大混乱の前兆がはっきりと見られるようになってきたという情報をシェアしていこうと思います。何が起き始めているのかというと、あの国の政府が人民の不満爆発対策に乗り出してきたのです。具体的にはあの国の国有銀行に人民武装部を設置し、物々しい状況になってきたという情報がウェブ記事で判明しました。このことはあの国をウォッチをし続けている方にはいよいよその時が来たかと感じていることと思いますが、ここで大事なのは対岸の火事ではないし他人事ではないということです。日本にはあの国の人たちが90万人前後います。日々減ることはなく増え続けている状況で、日本在住のあの国の人たちがあの国の国有銀行に預けている財産が没収なんてことになった場合、彼らはどんな動きに出るでしょうか。おそらくあの国の国内で起きているように銀行に押し寄せ破壊行為が行われるのではないでしょうか。決しておとなしくプラカード持って行進するだけなどという甘い反応ではないと思います。あの国で起きていることは日本に住んでいる私たちには関係ないということは全くありませんので、とっさに身を守るためには情報は欠かせません。ぜひ動画を最後まで視聴していただき、情報をアップデートして万が一に備えるようにしてください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、物騒な情報が入ってきました。冒頭に述べた通り、今隣の赤い国では有事に備えた警備体制というよりも戦闘準備が始まったと思います。おそらく街並みはいつも通りの日常になっているかもしれませんが、嵐の前の静けさということかもしれません。繰り返しとなりますが、あの国の国内で起きる特に個人の財産に関する危機は日本在住のあの国の人たちにおいても大きな影響を受けることは容易に想像できます。すでにあの国の国内の銀行では預金の引き出しが困難になってきていることが起き始めており、人民の不安というより怒りが爆発寸前になっていると思われます。何かをきっかけとして銀行への取り付け騒ぎにでもなったらあっという間に預金封鎖になるでしょうし、それは日本在住のあの国の人にも影響があります。つまり日本国内で90万人のあの国の人が暴れ出すということも起きかねませんし、パニックになった彼らが日本の銀行に預けている預金を引き出すという動きに出た場合は、いわゆる取り付け騒ぎになると思います。なんといっても90万人が一斉に行動するわけですから、それを見た日本人もよくわからないまま預金引き出しに走る可能性は十分あります。そんなことにでもなったら、預金流出による銀行破綻を誘発する可能性もあります。2023年にアメの国で起きた銀行破綻のパターンです。具体的に何が起きたかというと、青海省の中国交渉銀行に人民武装部が設置され始めたという記事が出ました。あの国の情報通なら人民武装部の設置は2023年から強化され始めてきたことはご存知だと思います。この情報だけではいまいちことの重大さが分かりにくいかもしれませんが、直近のあの国の国内で起きていることも合わせて考えると緊張度が高まってきます。今現在のあの国の状態というのは、はっきり言って自業自得であることは間違いないのですが、国際関係ではあの国が置かれている状況は最悪になってきています。それによって国内産業がダメージを受けており、失業者があふれています。公表されている失業率が 20% 以上で、この数字には信憑性がなくて実際には 50% 前後だという説があります。だとしたらリーマンショックどころではない状況になっているということが一つ。そして習近平の別名加速師と言われている通り、国内の産業をことごとく潰しにかかり、そこでも失業者が増えることになっています。さらに政権の転覆を狙う者たちを検挙するために、告げ口することが正しい道だと子どもたちを洗脳し、親をも国に売るということまでさせています。また外国人スパイ対策では、1人スパイを見つけたら50万元、日本円で1000万円の懸賞金をかけていますから、外国人は戦々恐々となっており、あの国という国のカントリーリスクにやっと気がついて撤退が相次いでいます。そして膨らみ続けた不動産バブルがはじけ、未完成物件による人民の金銭的被害も莫大となっているだけでなく、不動産頼みの地方政府の財政はほぼ破綻しており、銀行にもお金がなくなってきている状況です。公務員の給料未払いは普通に起きているだけでなく、支払い済みのボーナスを返却するよう圧力をかけていますし、電動自転車や電動バイクを乗っている人民に難癖をつけ、罰金を取るだけでなく、電動自転車や電動バイクを没収することで買い替え需要を作ったりと、挙げたらキリがないほどとんでもない状況になっているのです。
そういった背景がずっと続いていることから、毎日平均500件の暴動が全国で起き始めているのです。結論から言うと、大暴動が起きてもおかしくないことを政府ははっきりと認識しており、その対応策をし始めた可能性が出てきたのではないかと言われています。もちろん起きてみないとわからないことですが、他に考えられることは人民の資産没収の動きです。そんなバカなことするわけがないと思うかもしれませんが、財産没収とも言えることがすでに起きていますから、とんでもない話ではありません。ポイントとなる人民武装部のことについて触れておきますと、人民武装部は建国直後の1950年、共産党政権が地方の省や市などに設立した民兵の部門です。あの国のメディアによりますと、ピーク時は文化大革命期の60年代で2億人超の人員が存在していましたが、改革開放以降は急激に減少して、現在は800万人程度とされ、ほぼ機能していなかったそうです。ところが2023年、突如として各地の国有企業がこぞって人民武装部を新設し始めています。例えば上海市のインフラ企業、上海上東集団や湖北省武漢市の武漢農業集団、内モンゴル自治区の乳製品企業、蒙牛乳業集団など、有力企業が相次いで新設を発表しました。学校や企業内に組織され、軍事訓練や作戦の支援、武器保管を担い、有事に備えるために組織されています。日本人には想像もつかないと思いますが、あの国は1949年の建国から今現在も戦時中モードのままです。何から守るかというより、世界支配を目論んでおり、ウィウィ地区やベルベット、内モンモン、そしてミツル州を文字通り侵略しており、今では南シナ海ほぼ全体を自分のものだと主張し、周辺国と小競り合いがありますし、インド国境においても同様です。そして台湾は一度も自国領になった事実はないのに、自分のものと主張し、軍事行動の準備を進めています。さらに日本に対しても地方議員や国政議員などに対して工作活動をやり続けています。この人民武装部の正式名は中国人民武装警察部隊とされ、現在に至るまでに組織が消滅したり、数回の解明をしてきていますが、基本的に国内の治安を守る部隊という認識で良いと思います。ついでに言うなら、ここ数年あの国の国内の各地で洪水被害や土砂崩れが起きていますが、その時に人民解放軍が災害地に派遣されはしますが、救助活動をまともにしないことは有名です。そんなことがなぜ起きるかというと、中華人民共和国という国は中国共産党が建国した国であって、中華人民共和国の中に政党の一つとしての共産党があるわけではありません。このことは結構知らない人が多い基本的な話なのですが、何が言いたいかというと、あの国の軍隊と言われる中華人民解放軍は中国共産党を守るためにあるものであって、決して人民を守ることはしないということです。今回、中国工商銀行という国有銀行に人民武装部という軍隊と言っていい部隊を置いたということは、今後銀行に対しての人民の怒りが向けられることに対して備えるという意味と、あとは財政難に陥っている地方政府や中央政府が人民の預金を強奪する動きになってきたのではないかと専門家の中では分析している人もいます。我々の感覚からするとありえない話なのですが、すでに河南省の4つの村鎮銀行では普通預金に預けた預金を引き出せなくしており、苦情に来た人民に対しては普通預金という名の投資案件にお金を預けていたのであり、その資金はもう溶けてなくなったと言い訳しています。被害に遭った人民たちは司法に訴えますが、残念ながら司法は腐っており、言っても無理という状態になっているのです。まるで冗談のような事件が普通に起きている国なので、私たちの常識で物事を考えていたら適切な対策はできませんし、理解もできません。この人民武装部が国有銀行に設置されたということは、取り付け騒ぎになって押し寄せてくる人民対策であることは容易に想像できます。そして先ほど言ったように人民の預金を強奪するという荒技を実施した場合、日本にある支店も同様な処置になるかもしれません。ちなみにあの国には国有銀行は5個あり、全ての銀行が東京に支店を置いています。その銀行とは、中国銀行、中国工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行、そして交通銀行です。そして日本に住むあの国の人は約90万人と言われていますが、例外なくこれらの銀行に預金を預けているはずです。本国の国有銀行が人民の預金を凍結という名の強奪を実施した場合、東京にある支店はどのような動きをするのでしょうか。おそらく日本においてもとんでもない取り付け騒ぎへと発展すると思います。そのような事態になった時に、日本経済への影響はどのくらい出るのでしょうか。
在日のあの国の人の全員が自国の銀行のみに預金を預けているということはないでしょうし、仮にそんなことにでもなったら、日本で生活する上で支払っているキャッシュフローにも影響が出ます。そしておとなしく泣きを見るということはしないでしょうから、なかなか厄介な状況になってきました。繰り返しとなりますが、国家がそんなことするわけがないと考えるのも無理はありませんが、あの国では十分にあり得ることです。だからこそ、あの国の情報というものには触れておかなければならないのです。いかがだったでしょうか。あの国に対する認識で大切なのは、今なお戦時中モードにある国家だということと、強烈な反日国家であるということです。そして全員とは言いませんが、拝金主義であり利己主義です。そのような認識を持って普段の生活をしておかないと、事件や事故に巻き込まれる確率は一気に高まります。私は経験上、あの国の人と仕事で付き合う機会がありましたが、とても人間性のいい人ととんでもない人の両方を見てきましたし、騙されもしてきました。表面上はとても人当たりもいいし、気前もいいのでつい気を許してしまい、結果的に騙されることになったのですが、なかなか貴重な経験をさせてもらいました。その経験をもってあの国の歴史を見るとなるほどと思うことがあります。それは改革開放政策を行った鄧小平です。鄧小平は、我が国は貧乏で先進国の援助が必要です。自由主義は素晴らしいと笑顔で近づき、右手で握手をしながら左手で財布を盗むというようなことをしてきました。先進国の知的財産を盗み、コピー品を作ってどれだけの企業に対して損害を出したか。多くの人たちが騙され、日本もかなりの支援金を騙し取られたと思います。そうやって経済発展をしてきたわけですが、それに対して恩を返すどころか、日本からの技術協力で得た利益や日本からの支援金によって今もなお反日工作をしているわけですから、日本人はなんとお人よしというかバカというか情けなくなってきます。いずれにしても良くも悪くもあの国という国は日本の隣国であり、日本は深く関わっていますので、あの国で何が起きているかの情報収集は絶対に必要になります。今回の動画が皆さんの資産や身の安全を考える上でお役に立てることを祈りながら動画を終えたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。